こんにちは。アニメ紳士です。今回は早々のフリーレン第21話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。やっぱり物理が最強だな。電気こういうところやな。面白いじいさんだな。やはり最後は拳が正義。さすが馬で上り詰めた男は違う。最後に物を言うのは拳だよな。喧嘩するときはメガネは外した方がいいぞ。ジジイだしメガネだし、相手が顔面を遠慮してしまうとこまで計算づくのせこいジジイだよ。殴り合い電気好きすぎる。電気最高やで。電気男だな。魔法使いなのに殴り合いをするじいさん、かっこいい。知ってても笑ってしまう試験編で一番の名シーン殴り合い。原作一枚絵のが迫力あったけど、でもシュタルクが一言で全部持っていったな。スタルク生きとった。ラストのスタルクまでちゃんと入れるとか分かってらっしゃる。板のサーカスかよ。いろんな意味でフリーレン様圧倒的だったな。素晴らしかった。このアニメ面白すぎ。リヒター湖へ着くと愉快なやつ度上がるな。負けてすまんも本気かの時の演技も良かったわ。リヒターも結局は甘い人間なんだよな。殺しを楽しむような人間ではない。カンフー娘が戦わないのか。ゼーリー少年声すぎワロス。ゼーリーの声が凛々しすぎてイメージと違う。ゼーリエも少しメスガキ風味かと。最後は拳かよ。じいさん元気だな。捨て頃笑った。電剣いいキャラだわ。電剣、もちろん俺らは抵抗するで。拳で。めちゃくちゃ面白かった。リヒターもいいキャラしてる。電剣の前では大口を叩いて殺すとか言うけど、内心はそうではないというのがよく分かった回だった。いわゆる世代的な反発があるんだろうなって。フェルンの魔法警戒して洞窟の奥でしゃがんだままのユーベルちゃん、かわいいんだ。フェルンってコミュ障かと思ったけど、ちゃんと冗談も言えるじゃん。ユーベルがそこまで警戒するとは思わなかった。体に見られたくない傷でもあるのかな。ユーベルでも裸見られるのは恥ずかしいのか。透過魔法知ってからずっと隠してるのギャワイン。あのキャラで服が透ける魔法を嫌がるユーベル最高かよ。やっと萌えだったな。ユーベルはフェルンに見比べられるイメージをしちゃったんだね。シッサって言われたら反論できないしな。殴り合いじゃあ。殴り合いじゃ。やばい。電剣好きになってきた。まさか魔法使い同士の戦いで肉弾戦が見られるとは。腹をくくれの前の時点でもう耐えきれず笑ってしまった。さすが原作で3番人気のエピソード。映像の破壊力が段違いにやばい。電剣の声の人最高。思ってた通りを超えてくれた。電剣が生きてる。すげえよな。吹き替え畑の人らしいがめっちゃハマってる。宮廷魔術師たる物殴り合いを鍛えるのは基本。電剣は殴り合いでライバルを蹴落として今の宮廷魔術師の地位を手に入れたんだろう。血みどろの権力争いだったか。魔力が切れた時のためにボクシングやサブミッション、総合格闘技をたしなむのは魔法使いの常識。じいさんとの男の殴り合い強制参加なモブ男も独特の味わいがあってなかなか。あのパーティー仲間死なせるは試験不合格だわ。知事相手にオーリンゴを入れまけるわで。メンタルへし折られすぎて魔法使い合っていけなくなってそう。手記で捕まえられるくらいの実力はあるのかな。電剣じいさんの底力は単純な魔力の強さや魔法の強さではなく、チャンスをつかむまで何度でも立ち上がる諦めの悪さや粘り強さでしょうな。しかし電剣じいさんは冷静沈着タイプかと思いきや、少年漫画の主人公みたいな根性タイプとは意外だったな。この作品はサブキャラに主人公体質のキャラがたくさんいて、メインパーティがそうじゃないっていう。考えると割とすごい構成。竜巻を起こす魔法、風を豪華に変える魔法、裁きの光を放つ魔法。電剣が少年の心を忘れない魔法使いだというのがよくわかるセレクト。じいさんとばあさんの指導試合も面白かった。ばあさん強すぎかっこよすぎ。とりあえずフリーレンの規格外っぷりがよくわかるお話だった。ジーババ対決は思ったよりあっさり決着ついたな。作画は相変わらずダイナミックで
高水準だったから満足だけど、しかし圧倒的すぎるな。電剣すらカモレベル。ここまで実力差ありすぎると、むしろ電剣じいさんのチームに感情移入したくなるな。だからこそじいさんのチームがギリギリで一次試験突破してホッとした人も多かったりして、電剣強キャラ感あったからもう少し粘るのかと思ったらフリーレンがチートすぎたわ。フリーレンは電剣と戦いながら結界解析進めてたわけだから相手にならない差があった。フリーレンはフランベ仕込みか謎だけど分割思考得意だから、相手が他のやつや格上だとしても同時解析可能やで。フリーレンは防御しながら攻撃もできる。つまりバーン様か。結界破ったことについて師匠の師匠が笑ってたけど、あれそんなすごい所業なの？言うても試験官が張った結界でしょ。結界はゼーリエが張った。一級の認識でもゼーリエは最強の魔法使いで、結界を破れるイメージすら持てないくらい実力に差があるから破られたことに驚いた。フリーレンの解析能力はやっぱチートレベル。いとも簡単に目立ってくる。結界壊すところほんとよかったな。演出がいいのはもちろん監督のセンスがずば抜けてるのが垣間見れた。しかしカンネは力不足の小娘という印象だったが、水の量さえあれば津波を起こせるのかと思ったらかなりの強者なんだな。湖とかだとあらかじめ魔力込めないと無理で、雨だけはすぐに魔力を通すイメージができるからいけるって感じなような。電剣を圧倒したフリーレンに水を操る魔法使いに雨の中で勝てるイメージはある。少なくとも私はできないと言わせたので、なんか圧倒的質量攻撃ってやべえんだなって思えたわ。アメパに岩タイプのおじさんが勝てるわけない。魔法防壁の弱点出たね。魔法万能でもないんだよ。ラオフェンのポンコツっぷりもなんか印象的だったな。電剣じいさんと比べると実戦経験が不足してるせいで相手の感情の機微を読むのが増えてなんだろうか。フリーレンのハったりにもあっさり引っかかってたし、ジジイの言うことは理解できてもジジイがいじめられてるのが我慢できなかった。めっちゃ優しいやん。やっぱじいさんとラオフェンのやりとり見てると和むね。電剣とラオフェン仲良く捕まってるし、ラオフェンが電剣っての手当てして完全におじいちゃんと懐いた孫娘だった。しかしフリーレンはなぜラオフェンを捕まえられたのか、発動した瞬間が分かったのか、起動が分かったのか。ゼーリエの声が想像以上男前だった。最後の電剣の殴り合いだは一番好き。まあゼーリエの声って想像するの難しいしな。違和感はあるけど、ゼーリエの声少年の声だった。ほとんどキルアだった。魔法使いが生涯かけて探し求めるような魔法をくれるゼーリエさん、めっちゃ優しいな。フリーレンとゼーリエって面識あったんだな。ゼーリエの登場シーンは神々しい雰囲気が溢れててよかった。世界中のあらゆる魔法に精通してるっぽいし、ゼーリエは魔法使いにとっては神様みたいな存在なんだろうか。ゼーリエとクラフトが仲間だったかが気になるな。18人か。あのやべえ鳥をなんだかんだ他のチームも捕まえてるのね。フリーレン組自力捕獲、フェルン組自力捕獲、リアベル組自力捕獲、エーデル組自力捕獲、電剣組強奪、ハテナ組強奪、運ゲート5つ過半数は自力捕獲。まあフリーレン様とフェルンはあまりにピンポイントな魔法を持ってたってだけだが、電剣対フリーレン、結界破る魔法、ハンネの水攻撃、見どころもりもりでクソかっこよかった。旅してた頃が懐かしいけど試験編も面白いじゃん。電剣まさかここまで好きになれるキャラだとは。スタルク生存確認できてよかった。フェルンいない方がスタルク幸せなんや。もう別れちゃえよ。ドン。坊主、束縛がある方が自由が楽しいんだぜ。まだ付き合ってもないから別れられないよ。逃しません。スタルクはたまに親が外出して家で思いっきり羽を伸ばせると喜んでいる男子高校生みたいだったな。ともあれ今まで2週連続出番なしだったから今回出番があってよかった。下手すると2月いっぱいどころか最終回までシュタルクの出番ないかもなんて予想してたので
エンディング間際にほんのわずかとはいえ、シュタルクでできたのは嬉しかったな。口では言ってたけど、本当はフェルンに会えなくて寂しがってるツンデレさんだったりしてね。アニメ化大成功だな。本当素晴らしいスタッフに恵まれたな。デンケン最高やな。ラオフェンがジジキラーなんじゃなくてデンケンがロリキラーなんよな。若いやつとか子供が大好き。魔力を使い果たした魔法使い同士の戦い方、それは電剣、殴り合いじゃ。剣と魔法の世界でも最後は拳である。ゼーリエと面識があったフリーレン。魔法は探し求めている時が一番楽しい。同じ考えの魔法使いと対峙し、楽しげなフリーレンと伝説と対峙したかぶる電剣。彼が一級を求めたのは立場とは関係なく、フリーレン戦いながらの結界破り、最後は拳の老快電剣。魔法は自由であるべきだ。魔法は授けられるより自分で探して楽しみたいっていう。平和な時代への自由さこそ魔法使いのもので、フリーレンはカンネという魔法使いの勝利をイメージして、不自由な結界を壊し自由にした自由な魔法は不自由な天地もひっくり返す。電剣じいさん、何がやばいってフリーレンの正体ちゃんと知ってるくらいのガチのジジイ、70超えてることだぞ。そのジジイが殴り合いだもんな。電剣おじいちゃんと魔法に対する姿勢がフリーレンと一致するのもめっちゃいい。電剣おじいちゃんが立ち汚くてめっちゃ一生懸命な理由が墓参りなのかっこいい。ゼーリエがついに喋った。予想通り中性的な声でイケボ。エピソードは最後の大魔法使いフリーレンの実力がこれでもかと見せた回でした。結界崩壊の演出、かっこいい。フリーレンが結界を破壊するとき、ラオフェンは眩しくて目をつぶっているのに、電剣は瞬きせずにじっとガン見しているのが、フリーレンガチファン感あって好きだな。服だけ透ける魔法ってフェルンに言われた瞬間、肌をさえてちょっと遠くに行くユーベル、可愛すぎないか。やっぱ近くにラントがいるから見られたくないって思ったのかな。やっぱり女の子だ。想像が働く。ぬおー。見慣れた派手なエフェクトは少なく、現実的な描写に見せる戦闘場面や淡々とそして緻密さのある話の流れ、そこに見るべき聞くべきところへの強調が入る。その抑揚に見入ってしまう。あれだ、魔法使いやエルフ目線って実際こういった感じ方なのではないかな。結界破壊する魔法打ちシーン、めちゃめちゃアニメーション綺麗でしたね。エフェクトの細部までクリエイターさんのこだわりを感じる素晴らしいシーンでした。フリーレンがどんな魔法使えるか聞かれて、真っ先に服が透けて見える魔法出てきたフェルン、ちょっとエッチ。おじさんの目的利権とかのドロドロしたものだと思ってたけど、素朴な理由でほっこりした。フリーレンさんが一晩でやってくれました。おじさんの目がキラキラしてたのが割と好き。いつまでもあんな目をしていたい。何よりも強いのは好奇心だよな。フリーレンが結界壊して雨が降る状態にしてカンネに魔法を使えるようにするとは、さすがのリヒターもかなわない。第一次試験は終わり、フリーレンらは通過した。第二次試験も楽しみだ。フランメの首相勢リエ、カンネたちはリヒターに、語るやつは大体負けるもの。電剣を魔力切れに、これご褒美じゃね。あ、フリーレン、やりやがった。一般攻撃魔法と防御魔法で飛行しながら戦い、結界魔法の解析もしていたと。まるで見習いへの指導し合い。強いと一言言うより、実力差をうまく簡潔に表現してるのと、水の説明と以前の話であった魔法の品に関わる物量線も想起した。二人を撫でるフリーレンに、作品全体を通した表現がここでもつながってきててすごいなと。フリーレン組 vs 電剣組、戦闘で見せながら、その中にそれぞれの矜持や思想が垣間見え、ひいては魔法使いとはに触れる内容であるのが素晴らしい。魔法使いの本質に迫る展開も、最後は理屈を超えた殴り合い、笑い、問い落ちも含め、味わいと面白さが両立したの密な一話。相変わらず腹立つくらいうまい作り。もちろんスタッフやスケジュール、予算的にも恵まれてるんだろうけど、それ以上に演出が的確、イメージが的確、
緩急のつけ方が的確。原作よりはるかに高度なこと、しらっとやってみせてる本物のプロの仕事です。これこそアニメ化のお手本。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。